どうも皆さんこんにちは。今回はお絵描きツール講座という動画を撮ってみようと思います。ですね、お絵描き講座というと目の描き方とか髪の毛の描き方とか想像すると思うんですが、とりあえずそういうのはいろんな人がやってるので、僕はですね、デジタルで描くときにこんな感じでツールを使うといい感じに描けるよみたいな解説をできたらなと思っております。それにあたってですね、この間皆さんにアンケートを取ってみたんですけども、はい、皆さんの普段使っているペイントツールですね。ちょっと字がちっちゃいかな、拡大します。なんと半分以上の方がアイビスペイント使ってると、65%ですって。で、次にクリップスタジオが多くて、そこからその他いろいろと、もちろんなんかフォトショップとか使ってる人もいるんでしょうけど、きっとこの辺りが使ってる人多いのかなと。で、この辺のツールの使い方を解説していきたいと思います。ちなみに僕が今これ使ってるのはクリップスタジオペイント、これですね。この間動画でアイビスペイントなんかちょっと使ってみたりしたんですが、あれは指で描くの難しいですね。Twitter でもアンケートを取ってみたんですが、やはり半分ぐらいの方がアイビス使ってるらしい。はい。とりあえず今回はですね、ドンとレイヤーについて。これは多分どのツールを使ってもレイヤーっていうものは出てくると思うので、それに共通する使い方を解説していこうと思っております。ですね、レイヤーとはですね、ここに見えているこれです。透明な板が重なっていると考えてください。はい。例えばこの絵で言いますと、線画と塗りと背景と、あと一番上におまけで建物の絵が重なってますね。これをぴったり重ねて一番上から見た絵が完成品となるわけです。上から見ることになるので、下に書いてあるものは上のものの影になって見えなくなったりするわけですね。それを利用して線画の下のレイヤーに色を塗ることではみ出さずに塗ることができたりします。はい、という感じでですね、レイヤー分けの説明をいたしました。実用的な方法としては、まず、適当になんか絵を描くわけですね。これ下書きをして後からレイヤーを重ねて清書するとか、そういうのが一般的な使い方になると思います。とりあえず下書き書くんで倍速します。はい、何のキャラというわけでもないのですが、下書きが書けました。まずこれをこの上にレイヤーを作りまして、先ほどの下書きの透明度をいじったりして色を薄くします。そしてこの上に、清書するわけですね。はい、倍速します。はい、こんな感じで清書を書き終わりましたと。紙だとまず鉛筆で下書きをして上からペンでなぞって、それを消しゴムで消すとか、そういう作業が必要になってくるんですが、レイヤー分けの場合は先ほどの下書きレイヤーを消したりとか非表示にしたりとかすると、こうして綺麗に清書だけ残るわけですね。そしてそれから下に色塗りレイヤーとかを作って、
肌の色とか塗っていくといいわけです。塗っていきましょう。はい、倍速します。はい、ざっくり色が塗れましたね。でこれがレイヤー2レイヤーで、線画レイヤーと色塗りレイヤーになってます。一番下にあるこの非表示レイヤーは最初のこれですね。これはじゃあサイズを変えてこれに入れとこうかな。でですね、こっから合成モードについてをちょっとやりつつ具体的に塗っていこうと思います。はい、まず合成モードとは何でしょうと。この辺にあるレイヤーの重ね方のことですね。一覧がバーッと出てきて、加算だったり減算だったりいろいろありますね。でこの中でよく使うとなると乗算とか加算あたりを僕はよく使うんですが、実際じゃあ使ってみましょう。これがなんだ、これは線画でしょ。色塗りレイヤーの上に乗算レイヤーを置いてですね、この辺の色かなを置くと、じゃあ普通にとりあえず通常で置いてみましょう。この色ですね。通常で塗るともちろんこの色塗りのレイヤーの上にこの通常の色が重なるわけですね。塗った部分は下の色が見えなくなるんですが、乗算モードにするとこの色の分だけ濃くなるんですね。これを利用して僕は影を塗っていきます。こんな感じで。はい、だいたい塗れたでしょうか。乗算でもなくても通常のモードでこうしていちいち色を変えて、肌の影だったらこんな感じかなとか、一つずつ色を分けていってもいいと言えばいいんですが、僕はそれがめんどくさくて一気に乗算モードで塗っています。でこれで下の色塗りレイヤーを非表示にするとこう影だけ残ったりするわけですね。これは楽です楽に塗れますね。はい、そしてもう一つ非常に便利な合成モードが加算だったり発光あたりのレイヤーですね。覆い焼きっていうのかな。この辺からこの辺にかけてはですね、エアブラシとかのが分かりやすいかもしれませんね。こう光るようなエフェクトになるわけですね。これを利用すると今書いてるように髪の毛のハイライトなんかが簡単に表現できるようになるわけです。塗っていきましょう。はい、こんな感じですね。主なレイヤーの使い方としてはこんな感じでしょうか。それから他になんかいろいろありますけど、どうやって使うのかわかんなそうなのが結構あるんですが、使いやすいのあたりから説明していきましょうかね。僕が使うのは他に使うのは、オーバーレイなんかはね、なかなか後から加工するのに便利で、あたりの色に応じてこんなカラーにできるよと。なんか夕焼けのシーンだったらこの辺の色重ねてみたりとか、あとなんか
海の底だったりしたらこういう色重ねてみたりとか、そういうのに便利ですね。オーバーレイ一気に色を変えられる。他にもまあこれが本来の使い方というわけではないだろうけども、あとは、一部だけ色を変えてみたりとかですかね。なかなか面白い効果ですね。あとスクリーンなんかも今と似たような効果なんですが、今よりももっと光が強い感じかな。いや、だいぶ明るくなってしまうので、これはこれで使い道もあるんですが、使うときは結構薄めに塗る感じですかね。こっちの方から光が当たってるイメージですね。そう、色が濃くなる合成モードと色が薄くなる合成モードがあるので、そこを使い分けつつやっていくといいと思います。そして差の絶対値とかないかな、あった。これ何に使うんだみたいなものがあるんですが、これはですね、色塗りというよりはエフェクトに近いですね。この塗った部分の色が反転するといったような、完全に反転してるわけでもないのかな、効果なので、普通の色塗りに使用するのは難しいのですが、こうしてなんか図形を置いてみたりとか文字を書いてみたりとかするとかっこよくなるかもしれないですね。はい、こんな感じでしょうか。今回のレイヤー講座こんなところにしておきます。はい、ざっくり基礎的なことからちょっと変なことまでやってみたんですが、どうだったでしょうか。こんな感じでツールの使い方を今後もやっていこうと思うんですが、最初に言ったように目の描き方とか髪の毛の描き方とかはやるつもりはあまりなかったんですが、コメントとかで要望が多ければそういうこともやっていこうかなとも思います。で、逆にこれ全く需要がないんであればもうこのパートで終わります。なんか質問とかありましたらコメントをください。それに関しての動画を作ろうかなと思います。ではでは、今回はこんなところで。お絵かきツール講座でした。またね。